現在のモンハンは属性武器が生き絶え、無属性武器を使う人がほとんどになっているな。どうして属性武器は息を引き取ってしまったのか。今回はその理由を解説していくぜ。よし、できた。妙に上機嫌じゃないか。何か作ってるのか？属性武器を集めてるのよ。フルミナントブレードが完成したから、雷属性が弱点のモンスターに使ってみようと思って。お、いい趣味してるじゃないか。でも、ちょっと気がかりなことがあってね。どうかしたのか？属性武器が弱いって話を聞いたのよ。実際のところどうなのかなって思って。難しいところだな。決して弱いわけではないんだが、過去作に比べると属性武器が有利な状況は減っているぜ。やっぱりそうなのね。でも、どうして属性武器の立場がなくなっちゃったのかしら。よし、今回はそんなレ夢ムに、属性武器が息を引き取ってしまった原因を語っていこうと思う。息を引き取ったなんて言われたら聞かずにはいられないじゃない。小難しい話も混ざるが、ついてきてくれよな。まずは前提知識を2つほど語っていくぜ。まず、属性に対する肉質の話だ。肉質ってなんだっけ？モンスターの防御力みたいなものだな。属性の肉質は現在に至るまでかなり硬めに設定されている。それは初耳だわ。どうしてそんなに硬いのかしら。初代モンハンは属性に対する肉質が柔らかすぎて、属性武器が異常に強くなってしまったんだ。だから、モンハン G 以降の作品では、属性に対する肉質を硬くすることで、無属性武器とのバランスが取られた。この属性に対する肉質の硬さは現在まで続いているぜ。じゃあ、そのせいで属性が微妙に？いや、その辺は絶妙なバランス調整がされていてな。弱点属性の武器で攻撃できれば、無属性武器より少しダメージが大きくなるようになっているんだ。かなり繊細なバランスだったんだぜ。なるほどね。モンスターに合わせて、弱点属性の武器をうまく使えばいいのね。武器種にもよるけどな。いろんな要素が絡むのね。一度に覚えられるかしら。弱点属性の武器を使った場合のみ、属性武器の方が少し強い。そして、ライズでも肉質だけを見ると、そのバランスは変わっていない。この2つだけ覚えておけば大丈夫だぜ。それだけでいいのね。バッチリ覚えたわ。次はモーション値の話だ。また知らない言葉が。モーションってことは、動きに関する数字なのかしら？鋭いぜレ夢ム。モーション値は武器種や攻撃ごとに設定された数値のことで、与えるダメージに大きく影響する。基本的には、体験などの手数少なめの武器はモーション値が高く、双剣などの手数多めの武器は低く設定されている。モーション値が高い武器ほど、攻撃のチャンスが少ないけど与えるダメージは増えるってことね。そういうことだぜ。そしてこのモーション値は属性によるダメージにほぼ影響を与えない。モーション値が属性ダメージに影響しないなら、属性武器は手数が多い武器種の方が有利ってことかしら？それが定説になっていたぜ。ということで、前提知識はここまでだ。ここからが本番というわけね。さて、ここからは属性武器が息を引き取った理由に触れていくぜ。一つ目の理由は、モーション値のバランス変化だ。モーション値。双剣は手数が多いから、モーション値が低くて、体剣は手数が少ない分、モーション値が高いって話よね。その通りだぜ。しっかり頭に入っているじゃないか。まあね。でも、モーション値のバランスが変わったってどういうことなのよ。まず、過去の作品を振り返ってみるか。やってきた人ならわかるだろうが、かつての作品はそこまで攻撃のバリエーションが多くなかった。片手剣を例に挙げると、初期は基本となるコンボの他に、ジャンプ切り、回転切りくらいしか攻撃モーションがなかったんだ。ジャンプ切りから基本コンボにつなぎ、回転切りで締める、という攻撃がメインだったな。かなり少なかったのね。だが、シリーズが進むごとに各武器種にモーション値の高い大技が増えていき、ライズでは鉄柱試技が追加された。手数武器だった片手剣でもモーション値の高い攻撃が繰り出せるようになったんだ。ふむ。で、モーション値の高い攻撃はその分威力も高いと。基本的に物理ダメージにしか影響しないけどな。あ、気づいたか。大技の登場で低いモーション値を手数で補う必要性が薄くなり、手数の多い武器に対する属性の恩恵が弱まったんだ。この変化が特に目立つのは太刀や片手剣で、今では体剣並みのモーション値をガンガン叩き出せるようになっている。そんな状況なら、相対的に弱くなった属性武器を持っていく意味はないわね。念のために言っておくが、無属性武器が追い風で強くなっただけで、属性武器が弱くなったわけじゃないんだ。それに、戦い方によっては、属性武器の方が有利だったりもする。戦い方？鉄柱試技や大技は癖が強いものも多くて、
人によっては使いにくいだろ？だから、安定を重視して、そういった技を使わないなら、属性武器の方がいい場合もあるんだ。ああ、私もやりがちだけど、鉄柱試技とか大技って外しちゃうのよね。使いにくいっていうのもわかるわ。それに、今でも属性武器が活躍している武器種も存在するんだぜ。どの武器なの？代表的なのは、双剣と弓だな。スラッシュアックスは、戦う相手や瓶によっては、属性有利だ。他の武器に関しては、戦闘スタイルや状況によるが、大体は無属性武器の方が有利になる。なるほどね。よくわかったわ。属性武器が活躍できる武器種なら、使ってみようかしら。属性武器が息を引き取った理由の2つ目は、スキル構成の仕様変更だ。仕様変更？ワールドで行われたシステムの一新により、スキルポイント制が廃止されて、スキルレベル制になったんだ。これにより、ダブルクロス以前に比べてスキルが積みやすくなった。ライズもスキルレベルよね。でも、これが属性武器にどう関わってくるの？スキルが全体的に軽くなり、物理攻撃を強化するスキルが複数積めるようになったんだ。特に、クロスシリーズから追加された超会心を組み込んだ会心環境は、ワールドでさらに顕著になったんだ。会心ダメージが物理ダメージにしか乗らない分、物理攻撃強化スキルと会心スキルの組み合わせが主流になっていった。属性が強くなるスキルはなかったの？属性ダメージが上がる属性強化や、会心で属性ダメージにも倍率がかかる、会心撃属性などのスキルがあったぜ。だが、物理攻撃強化のスキルにはかなわなかったんだ。属性にもしっかり強化スキルが用意されてるじゃない。なのに、物理攻撃強化のスキルにかなわない理由がよくわからないんだけど。元の数値の違いだぜ。物理ダメージと属性ダメージを比べると、伸び幅の違いは一目瞭然だぜ。どう見ても、物理ダメージの方が大きいわね。そういうことだ。スキルを積みやすくなったとはいえ、限りのあるスキルを振るなら、物理攻撃強化の方向に振り切った方が強くなってしまう。それに、属性強化で上昇する属性値に上限があったのもマイナス要因だったな。これらの原因が重なって、物理一辺倒の環境に拍車をかけてしまったんだ。なるほど、これじゃ、属性武器を使う人は減っちゃうわね。それで、ライズでその環境は改善されたの？状況は変わったとは言えないな。霊夢もご存知の通り、ライズではワールド以降のスキルレベル制が引き続き採用されている。防具を装備さえしてれば、何かしらのスキルが発動する仕様ね。そうだ。クロスで生まれ、ワールドのスキルレベル制でお手軽になった会心環境は今も変わらず強い。だから、物理攻撃は相変わらず強力なままだ。物理に関しては変わらないのね。属性強化スキルは強くなったの？効果が下がって、スキルがつけやすくなったぜ。おかげで、他の攻撃系スキルと組み合わせが簡単になったんだ。ただ、効果が下がってしまったのが痛手で、主流になったとはとても言えない状況だな。それでもつけやすくなったなら、属性強化を使う人が増えたんじゃないの？そこでこの図を再び見てもらおう。お察しの通りだぜ。今の環境では、たとえ属性武器であっても、物理強化系のスキルに振り切った方が、ダメージ期待値は高いんだ。属性強化系のスキルはあくまで、サブスキルという立ち位置になってしまっている。どうせ物理強化系のスキルを積むなら、その恩恵を最も受けられる武器を使った方がいいってわけね。そういうことだ。ワールドで激化した物理一辺倒の状況は、ライズでもそのままになっているんだ。悲しい事実だわ。最後に、属性武器が息を引き取った理由をまとめるぜ。気が遠くなってきてたから助かるわ。一つは、シリーズが進むにつれて登場した新しい大技や、ライズで登場した鉄柱試技の存在だ。これにより、手数でダメージを稼ぐタイプだった武器でも、モーション値の高い攻撃が可能になったんだ。モーション値は属性ダメージにほとんど影響しないのよね。その通りだ。二つ目は、ワールドでスキル環境が一新されたことにより、物理攻撃強化のスキルが同時に複数つけやすくなったことだ。そこに会心環境の恩恵も乗っかって、物理攻撃強化マシマシの環境が出来上がった。属性強化系スキルは、メイン火力スキルから外れてしまったわけだな。どっちにしても、物理強化スキルの方がメリットが大きいなら、最大限に強化の恩恵を受けられる、無属性武器を使った方がいいって話だったわね。そういうことになるぜ。さらに、大技を使いこなす人にとっては、物理ダメージを強化する方が効果が大きいから、武器、スキルともに物理を重視するようになる。相乗効果で物理環境が加速したのね。そうなんだよな。そもそも、これまで挙げた2つの理由は、仮にどちらか一つだけでも、属性武器の立場が危うくなる要素だったんだ。もともと、属性武器と無属性武器のバランスは、かなり繊細に調整されていたからな。
モンハン G で属性の肉質が硬くなってからは、弱点属性を使えば無属性武器より少し強い、くらいのバランスだったのよね。そうだ。だが不幸なことに、これらの要素が2つも重なってしまったわけだ。結果として、すべてのモンスターの属性相性が無属性二重丸みたいな状態が出来上がり、属性武器が息を引き取ってしまった。理由はよくわかったけど、難しい問題なのね。属性武器が息を引き取った理由は異常だ。細かい数字や他の補正値を省いて話しても、難しい内容だったが、霊夢がちゃんとついてきてくれてよかったぜ。今の状況が変わることはないのかしら。スキルやモーション値の大掛かりな調整が必要になると思うが、その辺は今後のシリーズに期待だぜ。ここまで完成しているゲームで、大胆な調整をするのは難しいかもしれないけどな。マリサ、私は悲しいわ。私が作ったフルミナントブレイドも、微妙な武器ってことなのよね。まあ、効率を求めるだけがモンハンじゃないぜ。好きな属性武器を担ぐのも、楽しみ方の一つだ。それにさっきも言ったが、属性武器が弱くなったわけではないしな。そうかしら？私だって属性武器は好きだからな。属性のエフェクトが出るだけでテンションが上がるし、いろんな武器を集めるのは楽しいもんだぜ。結局は楽しめればいいってことかしら。私はそう思うぜ。さあ、二人で属性武器を担いで狩りに行こうじゃないか。属性武器の復権祈願だ。いいわね、私のフルミナントブレイドが火を吹くわ。フルミナントブレイドは雷属性だけどな。属性武器の現状を知ることができた人は高評価を。属性武器の復権祈願にチャンネル登録もよろしくな。好きな属性武器があったらコメントしていってね。ご視聴、ありがとうございました。モンハンの武器名にも色々あるよな。かっこいい名前や風流な名前など、センスに溢れているんだ。だが、中にはユニークすぎるふざけた武器名もあるのを知っているか？強化のたびに文字が増えたり、相撲の決まり手がそのまま使われてたり、名前以前にただの擬音だったり、開発者のユーモアのセンスが光る、面白い名前の武器たちを紹介していくぜ。次回、ふざけた名前が付けられているユニーク武器、10選。ゆっくり見ていってね。